皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日の動画は ECM の移設になります。以前のね動画の中でも ECM の移設の動画を上げてるんですけれども、その動画ではバッテリーを小型のバッテリーにすることで、オイルタンクのね内側に隙間ができるんですけれども、そこにね ECM を移設していました。なんですけれども、ちょっとね、オイルタンクの内側だとかバッテリーの上だと ECM がね壊れるリスクがあります。で、今回ね ECM を移設する場所なんですけれども、オイルタンクの後ろ側、リアフェンダーとオイルタンクの隙間にね ECM を移設することになります。じゃあまずね ECM 本体を外していきます。こんな感じでね簡単に ECM 自体は外れちゃいます。ユーズボックスの周りをばらしていきます。メインヒューズをね抜きます。それから次に、バッテリーをね外します。マイナス端子から外していきます。バッテリーね外れました。いろいろつながってる配線があるんで、それをね一回外したいと思います。通った。通りました。ECM のコネクタはね、これでオイルタンクの裏側に回すことができました。
だいぶね苦戦したんですけれども、ここ分かりますか？ここね、ここの隙間を使って、ECM コネクタをねオイルタンクの裏側に回しています。こんな感じですかね。今のね作業の、動画だとちょっと手順が分かりにくいと思うので、簡単にね説明したいと思います。まずヒューズボックスブラケットを外します。ここねボルト2本で止まってるだけなので、ここをね外します。ここにヒューズボックスがあるんですけれども、で、オイルタンクの内側に配線がこう通ってるんですけど、フレームに沿ってね、この内側に配線カバーがあります。樹脂の。でそこにタイラップでね、何箇所か止まってるんで、このタイラップを切ります。こっちもね。でここのタイラップを切ってもらうと、ヒューズボックスブラケットがフリーになるので、こうねちょっと前にオイルタンクの内側に、ブラケットをずらすことができます。でここをずらして、ここですね、ここのねスペースを使って、ちょっと狭いんですけど、ここの間をこのコネクタを通すイメージです。ちょっと見えるかな。内側もちょっとお見せしておきますか。ここから出てます。わかりますかね。次の作業ですね。イメージ的には ECM がこんな風について、よいしょ、ここにこう固定されるイメージです。でこれスイングアーム気をつけなきゃいけないのが、スイングアームがこう稼働した時に、フルボトムした時にこのねバンパーに挟まれないように気をつけないといけないです。あとここにね、ドライブベルトが通ってるんで、ここにねワイヤーとかハーネスが干渉しないように気をつけないといけないですね。はい、そうしたらここに移設する前提で、フェンダーをねかぶせてみて干渉がないかどうかっていうのを確認します。大丈夫そうですね。若干のクリアランスがあるんで、スイングアームがボトムした時でも、干渉しないでしょうというところです。これ ECM 精密機器でかなり高価なものなので、直接ね水を浴びたりとか泥をねかぶったりすることをちょっと避けたいので、カバーとねステを取り付けたいと思っています。でちょっとねあらかじめ計測してるんですけど、こんな形でECM のねサイズを測ってます。ちょっとこれ測りきれてないんだけど、こんな形で厚みとかで測って、もうねすでにちょっと仮で ECM カバーとステーのね設計するためにこんな方眼紙、文房具屋さんで売ってる方眼紙ですけど、こういったものをね使ってブラケット取り付けのね、設計もしてみます。こういう方眼紙使うと大体のね、イメージがつくんじゃないかと思いますね。これちょっと今 ECM こんな風に入れてみて、こうかな。最終的にこんな風に取り付けますということで、ちょっと仮組みじゃないですけどね、こんな風に方眼紙で作った ECM カバーでね、ちょっとシミュレーションしてみます。でそしたら
またね、フェンダーを実際に取り付けるフェンダーを組んでみて干渉しないかどうか確認します。若干ちょっと膨らんじゃってるんですけど、大丈夫かな。もうちょっとね奥に止めるようにすれば大丈夫かな。はい、ここまでできたらこの方眼紙で作ったね ECM ケースと ECM ブラケットを元に、Fusion 360っていう3次元 CAD ソフトがあるんですけれども、それでね、設計図を書いて、その設計データを元に加工屋さんの方に、ケースとブラケットをね作ってもらいます。はい、こちらがね金属加工屋さんの方から、出来上がってきた ECM ケースとブラケットになります。これがこんな風にね収まるようになってます。ちょっとね穴の位置の設計微妙にねちょっとずれちゃってて、加工屋さんのせいじゃないんですけど、僕の設計ミスでちょっと穴が上だけねずれちゃってます。一旦これでね仮付けしてみたいと思います。ブラケットがね一応こんな風に取り付けされます。でECM ケースがねこんな形で入りますかね。こうかな。こうか。取り付けイメージはねこんな感じになりますね。あとはちょっとフェンダーにね隠れちゃうんでそんなに目立つものではないんですけれども、一応ねブラック塗装、スプレー缶でね塗装をかけて取り付けしたいと思います。最終的にねこんな形になりました。ワンオフでねせっかくブラケット作ってもらったんですけれども、実際にね取り付けてみたらブラケットがリアフェンダーにね、干渉しちゃってちょっと傷になっちゃうし危ないので、急遽ブラケットで取り付けするのをやめて、ケースをねタイラップで固定するように変更しています。こんな感じ。ちょっとねスプレー缶で塗装したんですけども、こう端っこ擦れてね、塗装剥げちゃってるんですが、リアフェンダーに隠れちゃうんで気にせずそのまま取り付けしちゃいました。一応ねこれで、リアフェンダー取り付けて干渉しないのを確認してるんですけれども、かなりねこのクリアランスギリギリです。もっといい場所あればいいんですけど、ここ以外になさそうですよね。はい、ということでね今回の動画は以上になります。次ね、いよいよタンクの方のカスタムをするか、それともハンドル周りのね、スイッチコントロールとかクラッチとかそのあたりのカスタムに移ろうかちょっとね迷ってます。ちょっといろいろやることがありすぎちゃって、何からね手つけていいか分かんない状態になっちゃってますけども、そのあたりをね今後カスタムしていきたいと思いますんで、そちらの方ももしよろしかったら見ていただければと思います。はい、ということで今回も最後までお付き合いありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。